やー、イヤホン買ってるかい？夜中に書いたら怪文書になってたので書き直したら怪文書になったよイヤホンレビュー。人間性の豊かさが圧倒的に足りない。そんなわけで、普段はお花、好き、とかしか喋らない感じだけどイヤホンの時だけ早口になるイヤホンレビュー。今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回登場するのは、名作 EM700 からこちら、安定して良いモデルを登場させている、シムごとから、新商品、EM2R だ。待って、これどっかで見たことない？その通り、原型となるモデル、EM2 が出ている。この EM2 も、ハイブリッド型としてはかなり柔らかい音色の、バランス感覚に優れた一台で、このレビューでも取り上げたのが記憶に残ってるな。じゃあ、今回の EM2R はブラッシュアップ版なの？と思うかもしれない。確かにブラッシュアップ版と言えなくもないんだが、実際のところ、それどころでは済まないアップグレードと、それどころでは済まない実際の音色の変化が起きている。まずは一目でわかる変更点、そして音色の実際の変化、と進んでいこう。詳しく見ていこう。このイヤホン、EM2 とほぼ同じ見た目をしているんだが、完全新規金型を作って、本体の外装の意見のあったところを全部変更しているというところから気合が入っている。正直、EM2 という型番に来らなかったらデザインも完全に別物になってしまっていたんじゃないかな。さすがに、ドライバ構成は共通で、1バランスドアアマチュア1ダイナミックドライバー。アルファベットだと直感的にわかんないかもしれないが、一番定番のハイブリッドの構成、と思っておけばよろしい。KZ の ZSTX などの、低価格の流行りなどでも採用されている構成だな。ただ、もちろん価格が高いのには理由があって、バランスドアアマチュアはノールズ製のものを採用。ダイナミックドライバも、炭素系素材のコーティングが施されたものになっている。このカーボン系素材はカーボンナノチューブと呼ばれていて、金属系のコーティングより硬質かつ軽量に振動板が仕上がっている。ここで、原型モデル EM2 のスペックを覚えている人は、おやと思うはずだ。EM2 の振動板素材は、チタンコーティング。そう。振動板の素材に変更が入っている。あくまで一般例として、自分が触ったことのあるイヤホンの判例で考えると、普通の樹脂振動板に比べて、チタン振動板のイヤホンは、より高音域が鮮明になり、なおかつ低音域もしっかりウェットな表現ができるイヤホンが多い。これに対し、今回採用されたカーボンナノチューブは、よりソリッド、ドライ、鋭い高音域、と、全体に改造感やカリカリに感じる音色を出すイヤホンが多い。この振動板の違いが、そのままイヤホン本体の音色に影響を与えているぞ。外装の方に戻ろうか。いや、それより手前から始めよう。パッケージは目を引くイラストで装飾され、前回の EM2 とは雰囲気が大きく異なる。その内部に入っている付属品は、カードなどがより開封時のワクワク感を演出するものになっているぞ。この開封の喜びに関してはぜひとも買った時に体感してほしい。もしくはそれでも知りたいというなら、開封動画とか撮ってる人もいるだろう。付属品は、この価格帯の付属品として相応なイヤホンポーチ、ケーブル、それからイヤーピースが2種類。定番の構成だ。イヤーピースは形状が異なり、2種類のものが付属するぞ。今回は、純正ケーブル、純正イヤーピースで聞いた感想を出している。それから、ケーブルは QDC タイプの2ピン。最近の中華2ピンで採用例が多いな。最近はハイエンドケーブルでも扱い始めているので、割と市民権を得つつある種類でもある。また規格が乱立するのかと、これはこの機種とは直接関係ないな。あ、そうそう。ケーブルのプラグは、EM2 では1万以上のイヤホンではまず見ない、ニッケルメッキプラグだったんだが、今回の EM2R では金メッキになっているぞ。というわけで、外装に関してはこんな感じ。全般に手が入っている。これで、ドライバが微調整程度だったら、EM2R の名前の通り、EM2 のアッパーバージョン、という評価もできたんだが、この後に話す、音色が全然変わっていて、別物として判断すべきだ。というか、EM2R については、シムごとが初採用する、カーボンナノチューブ振動板を採用した、新世代のダイナミックドライバーを使っている。その他、バランスドアアマチュアの形状が変更になっていたり、他にも触れるべきところはあるんだが、このせいで、今までの世代のシムごと全般とも異なる音色になっている。EM700 系の磨き上げが終わり、一歩先に進んだってわけだな。なので、ぶっちゃけると今までのシムごと系のイヤホンから傾向が想像できないと思う。せっかく日本国内で正規販売されているので、ぜひとも視聴の上購入することをお勧めするぞ。というわけで音色の前に、
EM2 から EM2R に変更した点で、体感できる点として、スマホだろうがある程度なるようになった、という点が挙がる。前回の EM2 は、より高いインピーダンスを持っていたので、割と一発のポタオデ機器を持っていないと、その実力を発揮できない1台だった。今回の EM2R は、上位機種として登場したが、そこの敷居はむしろ下がってる。スマホで視聴して惚れたら遠慮なく買うと良い。オーディオ好き的には、ズボラに使える Bluetooth DAC アンプとかと気軽に組み合わせられるようになったことと、それから、装着感の問題点を削ぎ落とした、新規金型のボビのおかげで、何かとシーンを選ばない1台になった印象だな。実際、装着感は、長時間でも、装着した瞬間でも、違和感が明らかに小さくなった。というわけで、気を取り直して、今度こそ音色について。やっぱり別物だわこれ。それだけではないとは思うが、ダイナミックドライバの振動板の変更は、全体の傾向をガラッと変えている。EM2 は、ハイブリッド型としては高音域が柔らかく、弾力のある音色だった。温かみなどがあり、全体のバランスと、その中に潜む、しっかりとしたチューニングで生まれた、くっきりとした分離と、でも気を使わなければ全体をゆったりと聴ける温かみが両立した。優しいながら、しっかりと聞き分けもできる、すごいハイブリッド、という印象だった。対して、今回の EM2R はどうなっているかというと、そんな絶妙なニュアンス表現などを特徴とする EM2R とは真逆の、白黒はっきりとつける、メリハリのある音色になっている。そもそもの土台がソフト、ウォーム、ウェットといった印象を持つ EM2 から、EM2R ではハード、ソリッド、クールという真逆の印象から始まる音色になっている。ただ、両者のチューニングにはシムごとらしい丁寧さ、という共通点もあって、EM2R と EM2 は、自然で聞き疲れない空間表現。いわゆる、イヤホン界隈で言われるところの音場という印象では共通だった。ただし、EM2 の包み込むような音場から、EM2R は、ソリッドな音色にあった、発生源がくっきりと示されるものになっている。どちらも空間表現でうなる一台、というのには違いないけどな。EM2R は、カーボンナノチューブ振動板を使ったイヤホンらしく、高音域から低音域まで引き締まった音色が特徴。引き締まったベースというと、サブベースやベースのどちらかが少ない、偏った音色を想像しがちだが、どちらもカリカリに引き締まっているくせに、低音の量感は据え置き、というのが EM2 らしさなんだろうか。サブベースは EDM などで必要とされる音域までよく響き、他の音域も全てキラキラと粒立っているので、明るく、スピード感のある音色が楽しめる。もちろん、感触系らしく、高音域もキラッキラなので、電子音楽に非常によく合う音色だ。古典的艶やかさを印象づけるパッケージとは対照的な、最近のデジタル編集された音源に合わせやすい、細部の表現力に秀でた音だぞ。EM2 と比較しようと思ってたんだが、性格が違いすぎてむしろ両方持つのを勧めるような一台だ。本気のライバルは、ナイス HC 系の NX7 向けさんとかになるだろうか。どちらもかなり極端な感触系ながら、ボーカルがよく出ていて、デジタルサウンドが入る現代的な音楽と相性が良いように感じる。NX7 向けさんと比べると、より小構成のドライバーなところが魅力だな。これによりメリハリが効いていて、高音域がスッキリと聞ける。NX7 もトップクラスにスッキリとした音を出すはずなのに、EM2R の方がより整理された音色、という印象。また、サブベースは NX7 向けさんより量感を感じる。それでいてボーカルが交代しないのも良い。ボーカルは、深く太い声のものを聞くのも良いが、より明るく高い女性ボーカルを爽やかに鳴らす方が向いてるぞ。音色を分解してみようか。高音域。金属音が素晴らしいが、他の音色はそれほどソリッドに感じない。ただ、全般に粒立ちが良く、ウォームさを排した音色だ。ただし、カーボンナノチューブは、メーカーによってエイジングで誰でも体感できるレベルで、この硬質さが丸くなっていくドライバーが多いので、この EM2R もさらに使い込めば変わっていくかもしれない。中音域。先ほども触れた通り、カラッと湿度を一切感じない明るいボーカルが得意。一方、EM2 のような、暗く、感情がじんわり響くような音は出ない。どちらも割と極端なアプローチだと思うので、両立はできないが、名前とデザイン変えていいレベルの変化だ。それ以外のギターなども、ギラギラと主張してくる。聞き込もうと思えばいくらでも聞き込める軽快な音だ。そして低音域。かなりソリッドで立ち上がりも引きも早い。が、これが不思議と量感がある。ここら辺がメーカーの味なんじゃないだろうか。で、ここに量感と位置の定まった空間表現。カーボンナノチューブドライバー採用モデルの中でも、音が特に綺麗に粒立っていて、明るいのが EM2R の魅力だと思う。逆に、温かい音色を求めなら、従来の EM2 がおすすめだな。というわけで、前回の EM2 とは、180度温度感が変わったものの、やっぱり素晴らしいイヤホンなのが、EM2R だ。
その他細部の変更も全部的確で、装着感などに関してはしっかりと改善しているのも良いな。前回の EM2 の音も好きなので、この仕様でダイナミックドライバーを全世代仕様にした、EM2 クラシックみたいな名前で出ても受けそうだ。と、こんなところだな。感触ドンシャリは大好物。そりゃ高評価よ。まだ語りたい要素は多いが、本編だけですでに10分超えているので巻きで締めよう。といったところで今回はここまで。